日本の山岳間の茎間が半導体の心臓部にある絶縁膜の一部を原子1個分の厚さわずか 0.2 ナノメートルまで削ることに成功しました。この極限の薄さこそが AI が抱える最大の悩みを解く鍵かもしれません。世界中のデータセンターが使う電気の量は2024年のおよそ415テラワット時から2030年には945テラワット時へと2倍以上に膨らむと予測されています。単位が大きいのでピンとこないかもしれませんが、945テラワット時というのは日本の年間総発電量にほぼ匹敵する規模。AI を動かすためだけにもう一つの日本が必要になる、そんな未来が近づいているのです。あまりの電力不足に巨大 IT 企業は稼働停止していた原子力発電所を再稼働させ、専用の電気を確保しようと動き始めました。このように電気をどう増やすかという戦いが激しさを増す一方で、別の戦いもあります。チップそのものの電気の使い方を変えるという試み。半導体を速くしようとすると電気を多く使ってしまい、逆に省電力にしようとすると動作が遅くなってしまう。今まで速さと省エネはどちらかを立てればどちらかが倒れる、相反する要求でした。今回の日本の成果はこの二律背反をゲート絶縁膜という一点で同時に解こうとするものです。一原子層という極限の薄さは一体どんな仕組みでこの矛盾をほどいたのでしょうか。まずは半導体の中で何が起きているのかを水道の蛇口に例えてみましょう。トランジスタという小さな部品は電気の流れをオンオフする蛇口のようなものです。その蛇口をひねるハンドルにあたるのがゲート電極。そしてハンドルと水路の間を仕切る薄いゴムパッキンにあたるのがゲート絶縁膜です。ハンドルがパッキン越しに水路をギュッと締め付けることで電気の流れを精密に制御しています。ここで大事なのは、このパッキンが薄いほどハンドルの力が水路に強く伝わるという点。絶縁膜が薄ければ薄いほど電気の流れを素早く切り替えすることでチップが速くなります。だからこそ技術者たちはこの膜を限界まで薄くしようとしてきました。しかし膜を薄くしすぎると電気が膜をすり抜けて漏れ出してしまうジレンマがあったのです。原因は目に見えないほど薄い壁なら電子がトンネルのように通り抜けてしまうという量子トンネリングと呼ばれる物理現象。漏れた電気は何もしていない大気中でも無駄に消費され続けます。早くしようと膜を削れば省電力という目標から遠ざかる。これが絶縁膜を薄くする戦いの根本にあった矛盾でした。絶縁膜はいくつかの層が重なってできています。シリコンの土台に直接触れるシリコン酸化膜の界面層、その上に電気をよく蓄える交融電離膜、一番上に金属のゲート電極。界面層は土台のシリコン表面の凸凹を鳴らして電気を素直に流すためにどうしても必要な層でした。ところがこの界面層は電気を蓄える力が弱く、薄くしないと膜全体の性能を引っ張ってしまいます。必要だけど薄くすると漏れるというギリギリを攻めるチキンレースのような状況でした。今回の研究チームはここに新しい作り方を持ち込むことに成功。減圧した酸素の中で温度を精密に操り、シリコン酸化膜を育てるのと削るのがちょうど釣り合う条件を見つけ出したのです。低い熱で膜の厚みを原子レベルで制御する低熱予算ドライプロセスと呼ばれる手法。従来は 0.8 ナノメートルが限界とされた界面層を1原子層に匹敵する約 0.2 ナノメートルまで薄くしました。0.2 ナノメートルはシリコン原子1個分の直径とほぼ同じで、これ以上削れば界面そのものが消えてしまう物理の崖っぷちです。ただ膜を薄くしただけでは速さと省電力の二律背反のうち速さの皮しか解けません。残るのは省電力の問題ですが、ここで2つ目の技術が登場します。
トランジスタには式位置電圧と呼ばれるオフからオンへ切り替わる電圧の境目があります。この境目を低く設定すると、軽くひねるだけで電気が流れて高速化する代わりに大気中の漏れが増加。逆に高く設定すると省電力化する代わりに動作は鈍くなる。1枚のチップの中で演算を担う部分は低く、待機する部分は高くと、魔所ごとにこの境目を細かく作り分けられれば速さと省エネを両立できますよね。その作り分けを担うのは絶縁膜の中に挟み込むダイポール層。電気の偏りをわざと作る数原子層の薄膜で、これによって式位置電圧の境目をずらします。ところが従来のダイポール材料はほんのわずか膜圧が変わるだけで境目が大きく動いてしまい、一原子層スケールの精密な作り分けには不向きでした。研究チームはこの材料にチタンの酸化物を組み合わせることで、膜圧が多少変わっても境目がぶれない安定した制御を実現したのです。土台を一原子層まで薄くして速さを稼ぎ、その紙で境目を自在に作り分けて省電力を両立する。二律背反とされてきた2つの要求がようやく同じ机の上に並んだ瞬間でした。こうした究極の薄膜の作り分けは最新のトランジスタ構造の上で実証されています。半導体の四方をぐるりと囲んで電気を逃がさないゲートオールアラウンド、略して GAA と呼ばれる構造。 TSMC、サムスン、インテルの3社は揃って採用に動いた2ナノメートル世代以降の主役とも言えます。この狭く入り組んだ立体構造の中で原子1個分の精度で膜を作り込む。机上の理屈ではなく量産に向けた土俵で検証が進んでいるからこそ、この成果は重みを持っています。この一原子層の技術は一体どのように経済を動かしていくのでしょうか。演算するコアは高速の式位置電圧で、待機する回路は省電力の式位置電圧で、1枚のチップの中で電気の使い方を最適に振り分けられれば、同じ計算をより少ない電力でこなせます。AI アクセラレーターと呼ばれる AI 専用の演算チップを作る現場では、設計の自由度がそのまま競争力に直結します。今データセンターの世界では、一つのラックが使う電力は 100kW を超える水準。数キロワット程度だった頃とは異なり、電気代と冷却が胃液を圧迫する最大の重しになっています。トランジスタという最も根っこの部品が省電力になることは、この重しを土台から軽くすることに他なりません。この変化はチップを設計する企業だけではなく、大きく2つの側面に影響します。一つは技術の土台を支える材料、装置メーカー。もう一つはその技術を量産につなげる製造の担い手です。今回の革新であるチタン酸化物のダイポール材料は、産総研やニムスをはじめとする研究機関の共同探索から生まれました。こうした絶縁膜向けの先端材料を実際に量産するとなれば、供給の候補になるのは信越化学工業や JSR、東京桜花工業、富士フィルムといった日本がもともと高いシェアを握る素材メーカーです。原子レベルで膜を1層ずつ積む装置、ALD 装置の市場は2026年時点で約70から80億ドル。2031年には129億ドル超へ伸びると見込まれ、その精度を高める開発需要も生まれる見込みです。追い風は ALD 装置だけにとどまりません。複数の前工程カテゴリーで世界シェア1位を持つ東京エレクトロン、洗浄装置で世界トップのスクリーンホールディングスといった日本勢にも一原子層精度を支える需要が広がります。今回の技術は産総研が東京エレクトロンやキヤノンなど国内に初めて築いた GA 向けの 300mm 共用ラインで実証されており、装置から材料、検査までの需要連鎖が見えている状況。その勢いを移すように、日本製の半導体装置の国内販売高は2026年度に初めて5兆円台へ届く見通しです。一方、
2ナノメートル世代の量産を準備するラピダスは、2025年7月に GA トランジスタの動作確認に成功し、2027年の後半の量産開始を目指しています。ネドの委託事業として研究されたゲート絶縁膜技術は、このラピダスとも連携する方向で、量産プロセスへの組み込みを目指しているのです。研究で磨いた要素技術が、そのまま国産量産ラインの競争力へ。日本が苦手としてきた研究から量産への橋渡しが、ここで形になろうとしています。社会の構造も変化の兆しが見えており、その鍵を握るのは、半導体が国家戦略物資へと姿を変えたこと。2ナノメートル級の工場を1モジュール建てるのに、建設コストは約250から350億ドル。これほどの投資は、一企業では背負いきれません。だからこそ日本政府は、2030年度まで10兆円超の公的支援を投じ、官民合わせて50兆円超の投資を呼び込む枠組みを描きました。これまで半導体は、性能と価格で世界の工場が競う商品でした。それが、電力不足と経済安全保障という2つの圧力の下で、国が支えるインフラへと性格を変えつつあるのです。チップの省電力化が進めば、データセンターを動かす電気代という巨大なコストが圧縮されますよね。もし、大規模データセンターで消費電力が1割削れるだけでも、年間で数十億円規模のコスト構造の変化が生まれます。電気をどれだけ確保できるかが、AI 事業の立地そのものを決める時代に入ったと言えるでしょう。しかし、ちっと薄い絶縁膜で速く、省電力にする競争は、日本だけのものではありません。TSMC はすでに2ナノメートル世代で式1電圧を6種類、200mV の幅で作り分ける技術を量産に組み込んだとされ、装置大手のアプライドマテリアルズも2026年4月、同じくダイポール材料を原子層精度で精膜する新装置を発表しました。世界の半導体市場そのものは、2026年に約125兆円規模へと膨らもうとしています。そんな激戦の中で、日本の固有性はどこにあるのか。それは、海面層を1原子層 0.2 ナノメートルという物理の崖まで薄くした極限の白層化にあります。この先にはトランジスタを縦に積む、さらに難しい世代も控えており、材料の限界をどこまで押し広げられるかが勝敗を分けるでしょう。材料を極めるその基礎研究の自力でこそ、日本は世界の土俵に立てるのです。最後に、今日のポイントを3つに整理します。1つ目は、相反する要求を1点で解いたこと。速さと省電力という、立てればもう片方が倒れる二律背反を、日本の産学官6機関は、ゲート絶縁膜という1点で同時に解こうとしました。海面層を1原子層まで薄くして速さを稼ぎ、ダイポール層に新材料を入れて省電力を作り分ける。長くすくみ合っていた2つの目標が初めて同じ机に並んだのです。2つ目は研究が量産へつながる回路ができたこと。今回の成果はラピダスの2ナノメートル量産プロセスへの実装を目指して進められているものです。材料は物質、材料研究機構、実証は産総研の共用ライン、司令塔は LSTC。日本が長く苦手としてきた研究室の成果を工場へ送り込む橋渡しが形を持ち始めています。3つ目は半導体が商品から国家インフラへ変わったこと。AI の電力爆食を背景にチップの省電力化はデータセンターのコストを左右する経済問題になりました。10兆円超の公的支援も信越化学や東京エレクトロンといった素材、装置メーカーへの需要連鎖もこの大きな地殻変動の上にあります。電気をどれだけ確保できるかが AI の未来を決める時代。その勝負を発電所ではなく原子1個分の絶縁膜から変えていく。皆さんはこの1原子層からの挑戦が日本を半導体の主役へ押し戻す力になると思いますか？ぜひ
あなたの考えをコメント欄で聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。